さん、さやかです。ディズニーワールド旅行でパークホッパーチケットは必要でしょうか？今日のマークサイロスタイムワールドではパークホッピングに関するガイドと一緒に皆さんの次のディズニーワールド旅行でパークホッパーチケットを購入するべきかどうかについて話していきたいと思います。それでは行きましょう。Welcome back to Max Lost in World! 今日のビデオはパークホッピングについてです。パークホッパーチケットはウォルト・ディズニーワールドで最も人気なアップグレードのうちの一つです。しかし、1日に複数のパークに行くために追加料金を払う価値はあるのでしょうか？皆さんがパークホッパーを買うべきかどうか、またはどういった場合に買うべきかについてはもう少し後の方で話していくので、まずはパークホッパーがどういったものなのか、どう使うのかなどについてのパークホッパーに関する基本的なガイドをお届けしていきたいと思います。それではまず、パークホッピングとは何でしょう？パークホッピングは1日に複数のパークを訪れることです。そしてパークホッパーまたはパークホッパーチケットはこの1日に複数のパークを訪れるために必要なチケットです。そしてここで複数のパークと言いましたが、そうです1日に4つの全部のパークに行くことも可能です。可能だからといってするべきとは限りませんが、もし皆さんが本当にしたかったら1日に4つの全部のパークに行くこともできます。そしてパークホッパーチケットは皆さんのテーマパークチケットに追加する形で購入することができます。そして1日分のパークホッパーチケットは65ドルです。なのでもし皆さんの行く日のテーマパークチケットが109ドルだったとすると、パークホッパーチケットを含めると合計で174ドルになります。ですが、より多くの日にち分のチケットを買うと1日分のチケットの値段は下がります。そしてパークホッパーチケットの他にもパークホッパープラスというオプションもあり、パークホッパープラスを買うと4つのテーマパークに加えてウォーターパークやゴルフコースなどのアクティビティも体験することができます。それでは今からパークホッピングをする際のルールについて説明していきたいと思います。パークホッピングは残念ながらパンデミックの後少し複雑になりました。まずパークホップするにはパークホッパーチケットかアニュアルパスが必要です。そして昔はいつでも何時でもパークホップできましたが、今では2時以降でないとパークホップできません。さらにゲストは最初に行くパークのパークパスリザーベーションを持っていて、次のパークに行く前に最初のパークに入る必要があります。例えばアニマルキングダムからエプコットにパークホップする場合は、この日のアニマルキングダムのパークパスリザーベーションを持っていて、2時以降にエプコットにパークホップする前にアニマルキングダムに入らないといけません。そして最初に行くパークのパークパスリザーベーションは必要と言いましたが、2つ目以降のパークのパークパスリザーベーションは必要ないです。ここで少しの裏技ですが、もし皆さんの行きたかったパークのパークパスリザーベーションが取れなかった場合、パークホッパーチケットを持っているとその行きたかったパークにパークホップするという形で行くことができます。しかしここで覚えておいてほしいのは、特定のパークにパークホップできるかどうかはそのパークのキャパシティによります。もしエプコットにパークホップしたくてもエプコットがフルキャパシティだった場合、エプコットにパークホップすることはできません。このパークホッピングのルールに関してはですね、2時の時間制限がなくなったりルールが将来変わったりする可能性もありますが、今のところこれが今私がこの動画を撮影している時点でのパークホッピングのルールになっています。そしてですね、ディズニーワールドのウェブサイトにもこの先パークホッピングできる時間が早くなるかもしれないって実際に書いてあるので、最新のパークホッピングの時間はマイディズニーエクスペリエンスアプリのパークアワーカレンダーをチェックしてください。パークホッピングにはたくさんいい点はありますが、本当に必要ではないなら1日に65ドルも払うのはお金の無駄になってしまいます。そしてパークホッパーチケットがいるかどうかは皆さんそれぞれの好みやニーズによります。ということで今からパークホッピングが皆さんに合った選択かどうかを探っていきたいと思います。まずはパークホッピングを個人的におすすめするケースをいくつかシェアしていきます。まず旅行期間が短い場合、短い期間でたくさんのことを達成したいなら1日に1つ以上のパークに行けるパークホッパーがあった方がいいと思います。同じ日にエプコットのガーディアンズ・オブ・ザ・ギャラクシーコスミック・リワインドに乗って、またハリウッドスタジオのライズ・オブ・ザ・レジスタンスにも乗るっていうようなことはパークホッパーチケットがないとできないです。それでは次に人混みの少ない時期に行く場合、混んでいる時期に行くともう何をするにも長い列に並ばないといけなくて、その一つのパークでやりたいことをこなしていくのにとっても時間がかかります。それとは反対に人混みの少ない時期に行くとアトラクションやショーの待ち時間も比較的少なくなるので、その場合は一つのパークでやりたいことを早く済ませることができて、混雑する時期に行くよりかはもうちょっとパークホップする時間があるかなと思います。そして次に一つのパークだけに縛られたくない場合、または最大限のフレキシビリティが欲しい場合、
もし皆さんが一日中ずっと一つのパークにいないといけないっていう制限があるのが嫌で、パーク間を自由気ままに移動したいなら、やっぱりパークホッパーがあった方がいいと思います。さっきも言ったように今のところ2時からしかパークホップできないんですけど、でもそれでもその後は自由にパークホップできるので、一つのパークにしか行けないっていうのと比べたら、やっぱりパークホッパーがあった方ができることのオプションは広がるし、もうちょっとフレキシブルにプランニングをできるようになります。そして次に、行きたいパークのパークリザーベーションが取れなかった場合、これに関してはさっきも言いましたが、例えばもしマジックキングダムに特定の日に行きたくて、その日にマジックキングダムのパークリザーベーションが取れなかった場合、パークホッパーチケットを持っていると、マジックキングダムがその日にフルキャパシティに達していない限り、マジックキングダム、行きたかったパークにパークホップするという形で行くことができます。そして次に、最大限に時間を使いたい場合、ディズニーワールドの4つのパークの開園時間と閉園時間はそれぞれのパークによって違います。なのでもし皆さんがもう1日を最大限に使いたい場合は、一番早くオープンするパークに行って、そして次に一番最後にクローズするパークにパークホップするという方法がありますパークホッピングをすると1日に1つのパークにずっといるよりもより多くのことを達成することができます。ですがみんながそれぐらいのエナジーがあるわけではないし、1日に1つのパークをゆっくり回りたい人もいます。ということで今ちょうどパークホッピングをおすすめするケースをいくつか紹介していきましたが、今からパークホッピングをあんまりおすすめしないケースについて話していきたいと思います。まず1日に1つのパークをゆっくり回りたい場合、パークホッピングをする主な目的の一つはより多くのことを達成するためです。そして想像できると思いますが、最初のパークを午前中に終わらせて次のパークに移動して、そのパークでやりたいことをやってっていうのはあまりゆっくりした一日にはならないかなと思います。そしてですね、パークホッピングはやっぱりパーク間の移動が必要になります。そして移動するのも結構大変です。なのでもし皆さんがもうちょっとゆっくり一日を楽しみたいんだったら、1日1パークをする方がいいかなと思います。そして次に、小さい子供を連れて行く場合、これはですね、移動が大変だからです大人や大きめの子供たちのみなら身軽なので簡単に動けますが、小さい子供たちがいると移動が大変になります。特にベビーカーなんかがあるとさらに大変になります。もうただでさえ2時前後はもうたくさんの人がパークホップするので、ディズニーの交通機関はとっても混雑します。その上に小さい子供の面倒を見てベビーカーを押してもういろんな荷物を持ってっていうのは想像してくださいすごく大変です。なのでもし小さい子供を連れていくんだったら、パークホッピングはもうちょっと考えた方がいいかなと思います。そして次に、パークで過ごせる時間を移動に使いたくない場合、皆さんパークホップをする時の移動は時間がかかります。10分ぐらいで他のパークに移動できると思ってたら大間違いです。そして例えば移動に1時間かかるとしたら、この移動に使う1時間はその最初のパークで過ごせていた1時間です。なのでこれがちょっと時間がもったいないって思うんだったり、あんまり移動に時間を使いたくなかったらパークホッパーは遠慮しておいた方がいいかもしれません。そして次に、前にディズニーワールドに来たことがない場合、もしこれが皆さんの初めてのディズニーワールド旅行だったら多分やりたいことがたくさんあると思うんですね。そしてその場合もう1日に1つのパークでやりたいことをするのにいっぱいで、多分パークホップする時間はないと思います。そして次に、時間を気にせず遊びたい場合、もし皆さんがパークホッパーを買ったらやっぱりパークホップしないとお金の無駄になってしまいます。まだやりたいことがあるからといってもう最初のパークにずっといたら、そのパークホッパーチケットを買った意味がなくなってしまいます。そこでですね、次のパークに行くために最初のパークで時間を気にしないといけなくなるということが出てきます。なのでもし皆さんが時間のプレッシャーを感じたくなかったりとか、後でパークホップしないといけないっていう心配をするのが嫌だったら、パークホッパーは遠慮しておいた方がいいかもしれません。あとですね、一日中ずっと同じパークで過ごしたくないけどでもパークホッパーチケットにもお金を使いたくないっていう方、安心してください。パークホッピングをしなくても他にディズニーワールドで楽しめる方法はいろいろあります。一つのパークで過ごした後、ディズニースプリングスに行ったり、ディズニーボードウォークに行ったり、リゾートでディナーをした後そのリゾートを探検したりっていうこともできます。なので一日中ずっと同じパークにいたくなくてもパークホッピングの他にもいろいろ他にオプションはあります。ここでパークホッパーはもう絶対必要と決めた方、どうぞパークホッパーチケットを買ってください。そしてまだこのガイドを見た後でもパークホッパーチケットを買おうかどうか迷っている方、安心してください。解決策があります。パークホッパーチケットは事前に購入しないといけないわけではないです。もちろん事前に購入もできますが、当日やっぱり違うパークに行きたくなった場合にその日にチケットをアップグレードしてパークホッパーをつけることができます。なので買うかどうか迷っている方は
いるかどうかわからないで買うよりも、当日にパークに行ってその日に必要なら購入するという風にすることをお勧めします。当日にパークホッパーを追加するには、マイディズニーエクスペリエンスアプリのチケット&パセスと書かれているタブをクリックします。そしてパークホッパーを追加したいチケットを選びます。そこからアプリが支払いの手続きを進めてくれます。こうやって簡単に当日にパークホッパーチケットを皆さんのチケットに追加することができるので、パークホッパーを買ったけどパークホップしなくてお金の無駄になっちゃったっていうことを避けるために、もし皆さんがまだ迷っているんだったら、当日まで待って当日パークホッパーを買うかどうか決めるといいと思います。そしてもし皆さんがパークホッパーチケットを購入すると決めた際、パークホップするときに気をつけないといけないことがあります。これは移動手段と移動にどれぐらいかかるのか事前にリサーチしておくことと、移動時間を多めにプランすることです。パークホッピングがどれだけ簡単かは行くパークによります。例えばマジックキングダムとアニマルキングダムにはかなりの距離がありますが、マジックキングダムからエプコットにはモノレール1本で行けるし、ハリウッドスタジオからエプコットにもスカイライナー1本で行けます。そして他のパークと違い、アニマルキングダムには移動手段がバスしかありません。移動手段と移動にかかる時間はどのパークからどのパークにホップするかによって変わってきます。なので事前に移動手段とその移動にかかる時間をリサーチしておくことが大切です。そしてパークからパークへの移動は思っている以上に時間がかかることもあります。例えばエプコットからハリウッドスタジオにパークホップする場合、スカイライナー1本で簡単に素早く行けると思っていたら、スカイライナーが運行休止になってバスで行かないといけなくなったといったような予想外のことが起こるかもしれません。そしてこういったことが原因で2つ目のパークの到着時間が皆さんが思っていたより遅くなってしまうこともあるかもしれません。なのでもし皆さんが2つ目のパークに2時ちょうどに着くようにプランニングしていても、ライトニングレーンの予約やダイニングリザーベーションはもう2時ちょうどにするのは避けた方がいいかもしれません。念のためです。遅れた時のため。2つ目のパークでライトニングレーンの予約やダイニングリザーベーションをしている場合、予約に間に合うようにパークからパークへの移動には十分に時間に余裕を持って移動してください。それではこれで今日のディズニーワールドでのパークホッピングに関するビデオは以上になります。このビデオが皆さんのディズニーワールド旅行のプランニングに役立つことを願っています。このビデオの情報がもし少しでも役に立ったら、ぜひいいねボタンを押してくれるととっても嬉しいです。そしてもしまだ皆さんがマークサイロストインワールドにチャンネル登録をしていなかったら、私たちはこういった海外のテーマパークについての動画を主に配信しているので、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。そしてディズニーワールドについての最新情報を見逃さないようにこのチャンネルの通知をオンにしておいてください。それでは見てくれてありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。Make today magical! バイ